スカイリムを遊んでいると、目的地まで遠い、クエストの場所が分かりにくい、移動時間が長くて探索のテンポが悪いと感じることはありませんか？今回は移動やナビゲーションに関する不満を解消し、旅そのものをもっと楽しくしてくれるモットを紹介します。マップ確認のストレスを減らしながら、探索の快適さと旅の没入感を同時に向上させることができます。Flat World Map Framework FWMF。バニラの 3D マップは雰囲気こそ抜群ですが、山岳地帯では地形が重なって見えたり、ルートを把握しづらかったりすることがあります。このモッドはワールドマップを紙地図のようなフラット表示へ変更し、地形や道路の位置関係を直感的に確認できるようにします。探索中は目的地までの経路を考えやすくなり、無駄な遠回りも減ります。個人的には見た目以上に実用性の高さが印象的でした。レジェンダリーマップと組み合わせれば視認性はさらに向上します。導入時はロードオーダーや対応パッチの確認が必要ですが、その手間に見合う価値のあるマップ改善モッドです。Flat World Map Framework FWMF。バニラ環境で長く遊んでいると、追加したロケーションやクエストのマーカーが増えすぎてマップが見づらくなることがあります。このモッドは不要なマーカーを個別に非表示にできるため、本当に必要な情報だけを残した見やすい地図を作れるようになります。実際にプレイすると、目的地を探すためにマップを開いた瞬間の視認性がかなり向上します。特にロケーション追加モッドを大量に導入している人には効果を実感しやすいはずです。フラットワールドマップフレームワークと組み合わせると、地図そのものの見やすさと情報整理の両方を強化できます。機能自体はシンプルですが、一度使うと外しづらい便利系モッドです。Compass Navigation Overhaul。バニラのコンパスは最低限の案内しか行わないため、複数クエストを同時進行していると目的地の判別が難しくなることがあります。このモッドを導入すると、距離や名称、高低差まで表示されるようになり、現代的なオープンワールドゲームに近いナビゲーション環境になります。探索中はマップを開く回数が大幅に減り、景色を見ながら冒険できるようになります。特にクエストを並行して進めることが多い人におすすめです。クレアボンスフィックスが魔法による案内強化なら、こちらは常時使えるナビゲーション強化という立ち位置です。設定は INI 編集が必要なので、導入直後だけ少し調整の手間があります。Clairvoyance Fix。バニラの千里眼はルート更新が遅く、曲がり角や複雑な地形では案内が追いつかない場面がありました。このモッドは更新頻度を改善し、消費間近も軽減することで、純粋に案内ツールとして使いやすくしてくれます。実際にプレイすると、街中やダンジョン内でもルート案内がスムーズになり、目的地を探して迷う時間が減ります。コンパスナビゲーションオーバーホールほど大きな変更ではありませんが、バニラの雰囲気を崩さず利便性だけを高めたい人におすすめです。同じ千里眼を変更するモッドとは競合する可能性がある点には注意してください。Carriage and Ferry Travel Overhaul Formerly Complete Fast Travel Overhaul。バニラでは渡し船の利用価値が低く、移動手段としてほとんど使われないことも少なくありません。このモッドは馬車と渡し船のネットワークを大幅に拡張し、世界全体をより便利につなげてくれます。実際にプレイすると、今まで訪れなかった港や湖畔を経由する機会が増え、旅のルートそのものが広がります。ベターキャリッジデスティネーションズよりも交通網の拡張が主目的であり、両者を組み合わせることで利便性と没入感を両立できます。ファストトラベルに頼りすぎたくない人には定番とも言えるモッドです。Wait Carriage in Inns Fast Travel Improvement。バニラでは馬車を利用するために各都市の馬車乗り場まで行く必要があります。このモッドは宿屋から馬車を呼べるようにすることで、旅の流れを自然につなげてくれます。実際に遊ぶと宿で休息し、翌朝に馬車で次の町へ向かうという旅人らしいプレイが楽しめます。特にファストトラベルを制限している環境では、
便利さと没入感の両立を実感しやすいでしょう。CFTO やベターキャリッジデスティネーションズと組み合わせることで輸送ネットワークがさらに充実します。派手な追加要素はありませんが、ロールプレイ重視の人には非常に相性のいいモッドです。Better Carriage Destinations。バニラの馬車は目的地を文字一覧から選ぶ方式なので、土地勘がないうちは行き先を把握しづらいことがあります。このモッドではワールドマップ上から直接目的地を選べるようになり、移動先を直感的に決められます。実際にプレイすると、あの場所に行きたいけど名前がわからないという状況がほぼなくなります。距離によって料金が変化するため、移動にも自然な説得力が生まれます。CFTO やウェイトキャリッジインズと組み合わせると、馬車移動中心のプレイがさらに快適になります。馬車を積極的に活用したい人には特におすすめです。Dover Rider Carriage Reborn。バニラの馬車は単なる移動手段ですが、このモッドでは馬車そのものが移動式の拠点になります。自分で運転したり、自動移動に任せたりしながら各地を旅できるのが最大の魅力です。実際にプレイすると、目的地へ急ぐというよりも、旅の過程を楽しむ遊び方へ自然と変わっていきます。CFTO が交通網を充実させるモッドなら、こちらは旅生活そのものを楽しむためのモッドと言えるでしょう。キャンプやフォロワー機能との相性も抜群ですが、機能が非常に多いため、最初は覚えることがやや多めです。Journeyman, a fast travel overhaul。バニラのファストトラベルは便利な反面、旅の準備や移動の価値が薄れやすいという欠点があります。このモッドでは専用の旅装備を消費しなければファストトラベルできなくなります。実際にプレイすると、今使うべきかそれとも歩くべきかを考えるようになり、移動が一つのゲームプレイになります。完全に禁止するわけではないため、快適さも失われません。CFTO や宿屋系モッドと組み合わせると、移動手段を選択する楽しさが生まれます。サバイバルプレイとの相性は特に優秀ですが、利便性重視のプレイヤーには少し窮屈に感じるかもしれません。Horsepower, Modernized Horse Riding Total Riding Overhaul。バニラの馬は便利な移動手段ですが、操作感やアニメーションには古さを感じる部分があります。このモッドは騎乗システム全体を見直し、より滑らかで快適な乗馬体験を実現します。実際にプレイすると、方向転換やジャンプが自然になり、長距離移動のストレスが大きく減ります。騎乗戦闘も強化されるため、馬上での戦いを楽しみたい人にもおすすめです。シンプレストホーシーズが管理機能中心なのに対し、こちらは乗馬そのものを改善するモッドです。必要要件が比較的多いので、導入前には確認しておきましょう。Simplest Horses and Other Mounts。バニラの馬は呼び寄せや待機指示が不便で、気づけば行方不明になっていることもあります。このモッドはそうした管理面の不便さをシンプルに解消してくれます。探索中はワンボタンで呼び出したり待機させたりできるため、移動のテンポがかなり向上します。大規模な馬オーバーホールほど機能は多くありませんが、その分軽量で扱いやすいのが魅力です。ホースパワーと組み合わせれば、管理面と操作面の両方を強化できます。複雑な設定なしで馬を快適に使いたい人におすすめです。Sky Parkour V3 Procedural Parkour and Climbing Framework SPPF。 バニラの移動は基本的に道を歩くことが前提で、少し高い崖や障害物でも大きく迂回する必要があります。このモッドを導入すると、壁をよじ登ったり障害物を飛び越えたりできるようになり、移動そのものが一つの遊びになります。実際に探索していると、あそこへ行けそうという発想がそのまま行動につながり、冒険の自由度が大きく向上します。ホースパワーが騎乗移動を快適にするモッドなら、こちらは徒歩移動を楽しくするモッドです。アクションゲームのような操作感が好きな人には特におすすめですが、バニラらしい移動感覚を重視する人には好みが分かれるかもしれません。今回は移動の手間や道迷いを減らしながら
旅そのものをもっと楽しくしてくれるモットを紹介しました。マップ確認のストレス軽減から馬車、乗馬、徒歩探索の強化まで移動体験そのものを大きく改善できます。個人的には CFTO で交通網を充実させつつスカイパルクール V3 を導入すると長距離移動も近距離探索も楽しくなり、スカイリムを旅する感覚が大きく変わりました。紹介させてもらった中で気になったモットはありますか？ぜひコメントで教えてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。